技法とテーマですね、それと発想全体を包んでいる一種のドラマ性ですか、それがどっかで一体にならないと絵っていうのはやっぱ成り立ちませんよね。絵を絵で説明しようというタブローなり絵なりをもうちょっと考えていくとね、そういういろんな切り口が出てくる。それをやっぱり一つずつやっていくべきかなと。こういうタブローなり絵にこだわり続けにはしょうがないなということでやってきたもんですから。ルポルタージュ絵画運動というのが1950年代の終わり頃からあったんですがね、それまだ学生時代だったんですが、10年後くらいですね、敗戦直後からで、なんとなくまだ荘園がどこそこで立ってるような時代だったわけです。で米軍基地というものがもう本当に全盛の時でありましてね、あちこち日本中にありました。そういうちょうど時代でしたので、絵の勉強といいましてもね、アトリエでラフを描くというふうなそういう時代では自分ではないと思いましてね、いたんですが、ちょうどその頃にちょっと先鋭的なというか、青年たちのグループで青年美術家連合というのがあったんですが、学校でやるようなそういう美術の教育みたいなことはちょっとあまり興味がなくなってきまして、そしてそういうルポルタージュ絵画運動の方へ飛び込んでいきました。でそういう中でモチーフにするものは何かっつったら、時代そのものを見ると、現実というんですかね、基地反対とか、当時の内閣は吉田内閣と言ってましたが、吉田内閣ぶっ壊せとかね、そういう時代でして、そっちの方がはるかに面白いというふうに、若気の至りで、そっちにずっと流れていきました。でルポルタージュ絵画運動っていうのは労働の現場とかですね、庶民の生活の現場とかいろいろモチーフにした。で私の場合これは国鉄というふうな品川区というところに非常に強い労働組合が置かれてましてね、その風景を描いたということです。これはですね、立川基地というところにまだ米軍がいました。五日市街道というのを通ってまして、それを横断する形で滑走路を広げようというふうなことが出てきました。それに対して地元の農民の方がね猛反対しまして、その時は私ここへ現場行きましてね、一緒になって反対って言っていました。でこの当時ね、皆さんこういう基地とかその他地って書いてるんですが、ところが敵と称するこういう官憲さんとかね、権力の方とかそういった方をね、あまり絵描きさんは描かなかったですね。その辺で一つおまわりさん描こうということでちょっと描いてみました。その辺がちょっと特徴があるかなと自分じゃ自負してますが、しかしいずれにしても非常に描写力を要する絵でありましてね。でルポルタージュっていうからにはこれ報告ですから、描いたものを展示し、そこへ実際行ってない人までそれを見て確認するという、そういう機能性をちゃんと持ってなきゃいかんかなと思ったんですがね、どう見ても私はそれほどの描写力がありませんで、だんだん描写だけ、あるいはその場のある種の緊迫感みたいなものはね、絵には合わないんじゃないかなと、だんだんルポルタージュ絵画っていうのに疑問を持ち出したわけです。そしてそこへいろいろ悩んでるうちに戦艦ポチュームキンというエイゼンシュタインの映画をたまたまある期間で見ることができたんですね。そこ見に行った時にね、非常にショックを受けましたね。その映画の素晴らしさというか、いわゆるこういうルポルタージュで描写力の必要なものではとても追いつかないといって、リアルに現場を説明するには写真、映画、文学の方がはるかに優れてるわけですよね。絵画ってのはある意味じゃ一番劣ってます、そう言ってみては。そこで今言いましたエイゼンシュタインの言ったところのモンタージュ技法というものが映画に合う。これは絵に利用できるかなということで始めたのがここにありますところのこの絵であります。モンタージュとして成功しているかどうかはちょっと分かりませんが、モンタージュって英語で訳すとマウント、山って意味らしいですね。で山というのは構造物だっていう意味がある。それをさらに転用して再構成するっていうふうな意味がちょっとあるようですね。
切って刻んでくっつけるっていうことで一日を数秒であろうが数分だろうが表現できちゃう。それは逆に言うとね非常に絵画的かなというふうにと思ったんですね。一枚の静止画像の中である種の勝負をしなきゃならんという。でかつまた勧誘って言いましてねこう違うものをそこへ入れてしまって違うもの同士のミスマッチみたいなものを逆に利用するとかいうふうなことも可能であるというようなことで。これはですね相馬ヶ原というところに米軍の基地がありましてねでここにGI さんがいますがこれはジラードという名前の人で日本の老婆がね薬莢という鉄砲を撃った時の後に残る真鍮でできた筒っぽがあるんですがねそれを拾いに基地の方へ向かったらこのジラードっていう人が「中へ入りなさい」って言ったらしいのよね。米軍が許可したんならいいだろうっつって入ったらいきなり撃ったというそういうとんでもない事件があったんですがね非常に衝撃的でね基地というものの本質を見たような気がしました。で真ん中にちょっとコラージュっぽくなってるんですがねここ四角くはめ込みがいくつかあるんですがねちょうど戦車がドカンバカンやってるところに遭遇したんですがねその時の見た戦車の非常にショッキングな部分とちょうど老婆がひっくり返って後ろにお尻こっち向けて倒れてる部分があるんですがねそういうのとコラージュというふうなところとモンタージュというものを結合しながらね絵作りをしております。それでね結局さっき見ましたこの砂川のこの絵のようないわばどっちかというと描写を中心にするのとこういうふうにモンタージュ的にやったのと比べてみたんですよね。そしたらやはり絵画的な衝撃度臨場感絵画としての現実感みたいなものはやはりこっちの方がはるかにあるなと思ったわけです。それでだんだんこっちの方向ですねコラージュなりモンタージュなりを利用しながら画面作りをしていって画面から来る臨場感みたいなものを考えていったとこういうふうに思います。この絵を見ていると非常に強い黒がこの絵は印象的だと思うんですが、これはヨーロッパの絵画のその伝統からいくと非常に古い技法かもしれませんがいわゆる透視法とかですね、陰影法つって、立体感出す技法っていうのは結構あるんですがこれよく見ていただくと分かると思うんですがね鉄兜のぐるりがむしろ黒いですよね。そして背景の方がなんとなく白っぽい。で陰影法っていうのはね、立体感出すためには明るく白っぽくするのが出っ張った方なんですよね。で暗く影にしていく方はへっこんでいく方向なんですがこの絵の場合ちょうどそれを逆にしてるんですよね。それこそ今流行りの 3D ではありませんが暗いところは出っ張らせる白い方は背景として遠のかせるというふうな技法を描くことで臨場感を持ってきたつもりです。ですから技法は技法で別ってんではなくて技法とモチーフテーマですねそれと発想その、全体を包んでいる一種のドラマ性ですかそれがどっかで一体にならないと絵っていうのはやっぱ成り立ちませんよねバラバラではね。そういう時により強調したいところはそういう逆の陰影を持ってくることでねこんな風な絵を描きました。でこれはですね非常にテーマは社会的政治的ですが便器という違和感のあるものを入れることでですね画面全体がなんとなく否定的というか騒然とするようなものを感じていただくために違和感のあるモチーフをボンボン投げ込んでいくんですね。でエーゼンシュテインの戦艦ポチムキンというのはそういう要素が非常に強いですね。関係のないものがいきなりパーッと画面に来たりしてその辺の影響というと罰が当たるかもしれませんがでも感動のあまりねちょっとこの辺でモンタージュを多用してみました。これはですねモンタージュみたいなものをだんだん強調していったために絵画そのものの持っている絵画現実のようなものの衝撃度そういったものをもう一回考えなきゃいかんなというふうにちょいと反省もありましてやりだした時にヨーロッパのああいう絵画史みたいなものがどうしても技法的にも考え方的にもどうしても頭くっついちゃってますね。でいわゆる透視画法っていうものになんかね挑戦したくなってきていたんですね。で自閉禅っていうのは本来遠のかせる例えば宗教画なんかで出てくるところのキリストのいる位置はこの地平線を描くことによって上下は一庶民みたいなイコンとしての位置づけがちゃんとあるんですよね。ですから本当に描きたいのは真ん中の一本の線であります。
これもそうです。ちょっとレールに当たるところが一本の線になっていて、同時に地平線になってますね。で非常にこう純朴に純粋に、しかしちょっとミニマルっぽく作るっていうことで、もう一回タブローという絵画っていうものを見直そうという気でやったつもりであります、これは。で次にですね、ここでも地平線というふうなものを真ん中で切るというふうな構図をとってます。そして左右も対称形に持っていて、ちょっとこう宗教画っぽく、あるいは東洋でいう仏画っていうのは大体シンメトリーが多い、求心力っていうんですかね、そういったものも含めてこれやったわけですが、でこれが円環列車 A で、ここにあるのが B ということですね。でこれは内側で、これがちょうどこの列車の外側というふうなイメージで、2点で1つというふうなことでやっております。でこれも今言ったようにこれ地平線はちょっとこうカーブしてますがね、ちょっとカーブすることで目の錯覚を利用しているんですがね、ちょっと横幅が広がって見えるんですよね。でそれと同時にもう一つは騙し絵としてのこの遠近を狂わせたような列車がこうあるんですね。でもう一つはですね、実はここに円のこんなのありますね。でここにもこうあるんですよ。でこれは大きさは全く違いますが、描かれているモチーフは同じ、ただし左右がちょっと逆になってましてね、これこう枠を取っちゃって円筒に行く半円筒にしますとね、これとこれがこう完全円筒にしちゃうと合いませんが、ちょっとずらすとこれとこれの絵が重なるんですよね。で半円筒になるはずですよね。でそれを上から覗いてみると、だから一種のこれ展開図っていうかね、半円筒の内側に描かれたような展開図というふうに見ていただくともう一つ面白いかなと思います。それから望遠鏡から覗いた風景が同時にこうはまり込んでるんですがね、これもね透視画法っていうものに対する一種の、パロディと言ったらいいかな、遠近法って一体何だろうっていうふうなものもだんだんこう考えるようになりましてね、今更遠近法を絵の上で考えるなんてのはもうそれは終わってるよというふうなことはよく言われます。しかしそのもの自体をですね、絵の要素としてもう一回見直し、かつそれをモチーフとしてね主役にしてもう一回描き直すと別なこう切り口が出てくるんではなかろうかなんていう理屈を考えまして、一応タブローなり絵なりをもうちょっと延命作みたいなのを考えていくとね、そういういろんな切り口がこう出てくる。それをやっぱり一つずつやっていくべきかなと。で私はどうしてもこう古い人間ですので、こういうタブローなり絵にこだわり続けにはしょうがないなということでやってきたもんですから、余計そういうものにね興味を持っています。それからこっちはですね、ここの望遠鏡の部分だけを独立させて描いたようなものです。岩とかいうのが一見モチーフのようですが、実はそうではなくて、丸く部分だけ岩の肌合いを拡大して描くと飛び出して見えますよということを描きたいために、あんな面倒くさい岩の肌を描いたりしています。ですからこれもちょっとこう逆転させたね、絵画ない絵画なんてちょっと難しい言い方してますけど、絵を絵で説明しようという意味でもあるんですね。だから二重三重にそういう入れ子状態にすることで、まだ絵としての機能性があるかなということをちらちらと考えつつこうやってみました。で実はね、こういう山があったわけじゃなくて、実はこう岩のかけらが庭石に使うようなかけらがありますわね。程度の石を持ってきましてね、机の上を置きまして、それを本当にループでこう見たんですね。だからこっちが肉眼の部分ですね。で丸い円の中がルーペの中の世界ですよね。そういうふうに模型的に作りましてね、目の前に。でそれをスケッチしてみたんですね。だから円形の中は大きい、それ以外は肉眼だから密度は上がるけど形は小さいようなね、その差をここでは描こうとしたわけです。であれも望遠鏡を描いたという意味です。でこれやりながら今度は車窓窓っていうふうなものに今度はこう移行しましてね、窓を見るっていうことと望遠鏡で覗くっていうこと、それから絵を描くっていうこととの同時性みたいなものをね、だんだん考えるようになっていきます。中村先生の絵画を見ていると、この非常にこの女子
中学生ですか高校生のモデルであったり、あるいはこういった汽車のモチーフとか非常にイラストレーション的な要素というのも非常に強く見る人にはとても印象を強く喚起させる一つの要素だと思うんですけど、我々の画学生時代っていうのはね、油絵の具っていうのは厚くゴテゴテにこうマチエールというものを作って、その存在感みたいなものを見せるっていうのがもう普通常識的だったわけですね。で私もそういうのを若かりし頃はやっていました。でこういうのっていうのはね、うまいも下手もないんですね。ごちゃごちゃやってるうちになんとなく絵ができちゃうっていうふうなね要素がある。だからそれはそれでいいと思うんです。でただね、そういうのはね心象風景といって、外側のものも心象に訳してしまう。だから自分自身の持っているそういうこうなんていうんですかね、ちょっと理屈っぽく言うと実存みたいなねものを描くのが絵画、それがよろしいというふうな時代でしたんでねよかったんですが、ルポルタージュ行きますとね、良くも悪くも非常に説明しなきゃならん、描写力がなきゃいかん。こういう時はねマチエールっていうのはごまかしになっちゃうんですね。で筆で描いていくって、塗るんではなくて描くっていうことにが必要だっていうふうにやっぱり非常に強く思いましてね。だからいまだにルポルタージュとそのモンタージュを利用して自分の心象はもうどっちでもよくて描いてるというふうになってます。60年代本の想定であったり、イラストレーションであったりっていうお仕事も非常に精力的に活動なさっていたと思うんですね。こう非常にグラフィックな仕事っていうのはね、非常に機能的であるし、伝達力が非常に絵画なんかよりもはるかにもう数十倍上である。だからその世界でもう一回自分の描いた絵を利用していこうかなというふうに。だからあくまで自分の描いた絵を利用するという形でグラフィックに置き換える。でグラフィックでやりながらそれをまたモチーフとしていただいて自分のタブロの方に移すっていうのはかなり相互に依存しつつ相乗効果にうまくなればいいかなということでやりました当時はね。これ一番新作です。2010年ね。実は考え方はですね、左右対称系のもので一点に集中して、それが地平線と交わるところを消失点っていうですよね。一点で消えてしまうというふうなことをやってるんですが、これも絵をもう一回絵にしようという意識が非常に強いんですね。絵を絵の上でもう一回再燃してみようかなという意味でやっております。絵は要するにどんどん新しくなってきたと。美術っていう風なものがあって、それは歴史がありますよね。それを全部もう一回なんつうのかな、絵を絵で説明したいっていうか、そういう歴史をね、あるスタイルなりあるモチーフを用いることによって絵画化していくと。絵で説明して、可視化なんてことは全然別なところで言われてますからね。そういう歴史を絵で表現、絵画で表現するってことも一つ面白いかなというふうにも思っております。